こんにちは、ワンダフォー。今回は家族と友達と一人でも大人数でも楽しみながら辞書を引く力を身につけるオリジナル学習遊びを紹介するよ。辞書が一つあればできるので、ぜひ動画を見てやってみてね。まずこれは小学校の教師になったばかりの頃に経験した話なんだけど、国語の学習で国語辞典を使ってわからない言葉の意味を調べましょうと指示を出したんだ。その他にも宿題や自習の時にも国語辞典で意味調べをするように指示を出したことがあるんだけど、その時に調べた言葉の数が少ない子が多かったんだ。教師になったばかりの時は、やる気がないなとか、サボっているななどと思っていたんだけど、後からそうでないことに気がついたんだ。調べた数が少ない子の多くは、何を調べたらいいかわからなかったんだ。なんとなく意味がわかっているから、調べる必要性を感じていなかったんだということに気がついたんだ。例えば、これは何かわかるかな？これはリンゴだね。意味調べでリンゴの意味を調べようと思うかな？多くの人がリンゴのことは知っているから意味を調べようとは思わないんじゃないかな。そこで、あえて意味を調べてみたよ。ある辞典には、リンゴはバラ科の落葉高木、高さ3から9メートル。春、葉に先立って枝先に計約5センチメートルの単光色の5花弁を開く。果実は球形で甘酸っぱい。生食のほか、ジュースやジャムにする。と書いてあったんだ。リンゴのことは知っていても、ここまで詳しく説明できる人は少ないんじゃないかな。知っている言葉でも、調べることで新しい発見があるかもしれないね。授業で国語辞典を使うのは、もちろん知らない言葉の意味を知るためだけど、それ以上に言葉の意味を調べることになれるためだと思うんだ。学校以外でも言葉の意味が調べたいときに、さっと国語辞典を使って意味が調べられるような力をつけることが一番大切なんじゃないかな。だから意味がわからない言葉を見つけるよりも、意味を調べたい言葉を見つける練習ができないかと考えたんだ。そこで思いついたのが、意味取り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 。と急に言われても何のことか全然わからないよね。今から説明するよ。しりとりは知っているかな？リンゴ、ゴリラ、ラッパ、パイナップルのように、前の言葉の最後の文字、しりを取って、その文字から始まる言葉を出しながら続けていく遊びのことだね。意味取りも同じような遊び方をするんだ。と言っても、最後の文字を取るのではなく、前の言葉の意味を取って、その言葉の意味を調べながら続けていく遊びだ。どのように遊ぶか見てみよう。はじめの言葉は何でもいいので、今回はリンゴから始めるよ。リンゴの意味はさっき言ったよね。次の人はこの意味の中から調べたい言葉を決めるんだ。しりとりとは違うから最後を取るという決まりはないよ。だから好きなとこから言葉を見つけよう。今回は花弁にしてみよう。花弁を調べてみると、花管を構成する各辺、1枚ずつ離れているもの、利弁と融合しているもの、合弁に大別される。花びらと書いてあったよ。そこで次に、花管を調べることにしてみるよ。花管は、種子植物の花弁、花びらの集まったものだったよ。そこで次は植物をというふうに続けていくんだ。このように言葉を見つけて意味調べをしていくうちに、意味調べをするスピードが速くなっていくんだ。しりとりのようにつなげていく遊びだけど、勝ち負けを決めるわけではないよ。楽しみながら意味調べをする力を伸ばしていってほしいから、家族と友達と一人でも大人数でも意味取りにチャレンジしてみてね。最後まで見てくださりありがとうございます。動画を面白いと思った方は、いいねやチャンネル登録をお願いします。このチャンネルでは、学習や生活の中の謎や疑問を解決していきます。また、すぐに使える小ネタなども用意しますので、リクエストがあればお気軽にコメントしてください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。さようなら。